れは私が神になるまでのお話です。私は故郷に10年ぶりに帰省しました。高校卒業まで過ごした街の景色は全てが懐かしく、つい用もなく散歩をしていました。私が自然と足を運んだのは母校、私立明星高校です。かつては非常に校則が厳しく、女子はお下げ、男子は七三と、まるで昭和のような雰囲気の校風でした。私は当時生徒会長を務めており、生徒たちの意見をまとめ上げて学校側と交渉を重ね、校則の緩和に成功しました。みんなの嬉しそうな表情と感謝の言葉は忘れられません。昔を思い出しているうちに、いよいよ学校に到着しました。何やら賑やかな雰囲気です。幸運にもその日は文化祭が開催されており、私は堂々と母校に入ることができました。胸を躍らせながら校門をくぐると、男子生徒がパンフレットを渡してくれました。生徒の誰かが描いたとおぼしき表紙のイラストを見て、私は微笑ましい気持ちになれませんでした。表紙には血まみれな悪魔のような存在がチェーンソーで十字架を切断しているイラストが描かれていたので、随分とデスメタルな雰囲気で、もしかすると今年の文化祭はこういうコンセプトなのかもしれませんね。そんな私の希望的観測はすぐに打ち破られました。よくよく観察すると校内はひどいものでした。校舎の窓が全て割れており、厳かな雰囲気だった廊下をバイクに乗った生徒たちがハラハーと叫びながら疾走しています。お酒だった女子生徒たちは今や手から鎖鎌をぶら下げ、七三分けだった男子生徒たちは今や右肩に7、左肩に3本の時を生やしています。一体この10年の間に何が起きたのでしょうか。私は慌ててネットで検索しました。するとすぐに恐ろしい一文を目にしたのです。以前は厳しい校風で知られていたが、校則を緩和した結果受験者数が激増したことを受け、校則自体を撤廃した。今や全国からえりすぐりの無法者が集まっている。私のせいでした。あの暴行は世紀末のスラムと化した。ここまで行く法則がなくても法律はあるのに。私が困惑していると、背後から一人の生徒が声をかけてきました。みんな殺しないかがですか。おどろおどろしいネーミングにギョッとしましたが、彼が掲げている看板には単なる肉まんのイラストが描かれていました。しかし安心するのもつかの間、その隣には何の肉が入っているのかを示すかのように棒人間のイラストの上にバッテンが書かれており、私の緊張感は再び極限まで高まりました。無視すれば私が次の皆殺しマンです。ですが当然食べたくもありません。私は震える声を絞り出しなんとか断りました。すると、そうっすか、楽しんでいってくださいね。意外にも素直な反応、あどけなさを感じる笑顔、視線を何度もくぐったかのような無数の傷跡や一般男性の太ももほどもある二の腕からは信じられないような、文化祭を純粋に楽しむ高校生の姿がそこにありました。なんだか私は拍子抜けして彼にこの学校について尋ねてみることにしました。私が卒業生であることを告げ、あまりの雰囲気の変化に驚いていることを伝えました。なんか昔伝説のヤンキーみたいな人がいたらしいんすよ。その人が校則全部ぶっ潰したらしいんす。私のことなのでしょう。実態とは随分離れていますが、民主主義的に学校に変革をもたらしたあの一件は今も語り継がれているようでした。ここまで荒廃させる意図は全くありませんでしたが、誇らしげに私のことを語る彼を見ると不思議と悪い気はしませんでした。なんか本当に頭に書いてたっぽいっす。校長はチェーンソーで真っ二つにしたって聞きました。いや、やっぱ悪い気しますね。民主主義的って言ってるじゃないですか。いくらなんでも尾ひれがつきすぎじゃないですかね。その後も彼は熱っぽく私について語りました。伝説によると私の体長は実に6メートルに達し、私の口からはヘドロと有毒ガスが出るそうです。明治維新とオイルショックも私の仕業とのことでした。今や鬼釈様という土着の妖怪のような名前で呼ばれているとのことで、どうやら代々語り継がれるうちに話が誇張され、神格化されていったようで、そこでやっと気づきましたが、あのドン引きしたパンフレットの絵は私を描いたものでした。私のせいでした。あの暴行は悪魔付きのガルトと化した。大村小国と未食様の見業です。私は彼に尋ねてみました。私がその鬼職様だとしたらどうすると、彼らは鬼職様の望みとあらば喜んで更生してくれる気がしたのです。マジっすか。あ、そっか、卒業生なんですもんね。彼は途端に目を輝かせました。そして片膝をついて手を翼のように広げ、聞こえるか聞こえないかくらいの音量でつぶやきました。果てなき日本の輝き、栄えをやれ。どうやら私は独自の宗教となっているようでした。彼の目が完全に決まっているのが恐ろしかったですが、この忠誠心には期待できます。しかし彼の次の言葉で私は一気に窮地に追いやられました。じゃあやっぱチェーンソーで誰かぶった切るとこ見てみたいっすね。やらされる。なぜそこまで頭が回らなかったのでしょうか。ここまで信仰心が強いとなると、私が鬼職様の名を語る偽物だと判断された場合、命はなさそうです。私の体長が6メートルもないことに彼が気づく前
そ神、危険、皆のもの。私は精一杯神々しい声を放ちました。私は彼らの信仰を新たな競技で塗り替えることにしたので、殺戮と破壊の時代は終わった。世は慈愛と再生の時代へと移り変わる。どうやら私の芝居は通用しているようで、周囲からはなんか6メートルくらいあるように見えてきたという声が聞こえ始めました。この調子です。何人たりとも傷つけず善悪に励みなさい。あとはなんかこう全体的に真面目に生きるのです。神にしてはたどたどしい言葉を彼らは熱心に聞いてくれました。変な思想に染まりやすいのは素直さの証拠。正しく導いてあげれば良い方向に向かう子供たちのはずです。この超怖いやつだけはこのやり方じゃ抜けませんが、超怖いだけで主張はないでしょう。その後私立明星高校は校則がないにもかかわらず貧困法制を保つ健全すぎる学校になっていったそうで、その変貌の陰には鬼職様と呼ばれる神の存在があった地元で噂が広がったので、私はもう帰れなくなりました。果てなき明星の輝き、栄えと誉れあれ。